ケイブス・オブ・カドをプレイする理由、その1、これはローグライクです。難しくてリプレイ性があって奥深いと。もう一回買うと一生プレイできます。ローグライトではなくて、ローグライクアクションでもなくて、本当のローグライクが何か知りたかったら、このゲームを買うべきです。とは言っても、最近はいろんなゲームがちょっとずつ優しくなってきて、ケイブス・オブ・カドでも死んでも復活するモードが実装されました。まあ上級者はぜひクラシックでプレイしましょう。クラシックは本当にパーマデスです。死んだら全部消える。ケイブス・オブ・カドをプレイする理由、その2、このグラフィックですね。ものすごい小さくて細かくて、レトロではあるんだけど、その一方で現代的で美しいデザインです。このアニメーションもバージョンアップごとに進化していて、最新のトレーラーの映像すごいですよね。レーザーが撃ってきたり、爆発したりと。他にも水が跳ねる様子、グレネードの爆発、砂漠を舞いついる埃。そう、このゲームグラフィックが素晴らしいですね。3つ目は、圧倒的広さを誇るオープンワールド。これは、地上の表面の面積だけでこの広さですからね。実際はこの下に何層も洞窟が広がっています。そう、この全体マップは不用意に出歩くと迷子になります。この全体マップは固定ですが、歴史的に重要な場所、遺跡、伝説級の生物の住処などがゲームごとにランダムで生成されるので、全体のボリュームはすごいです。多分この全部を回るのはもう不可能ですね。今自分カナリーの場合は、プレイ時間が100時間超えましたが、100時間でようやく世界の3分の1ぐらいが見えてきたかなという感じですね。4つ目、文章量がやばい。メインクエストや会話の選択肢も多いんですけど、このゲームには本がたくさん登場します。この本を含んだ英語の文章量がやばいと。実際は本当に読む必要があるのは病気を治す本ですね。ベロが腐ったり、胞子に感染したり、それを治すレシピが書いてある本です。おそらくそれ以外は多分フレーバーなので読む必要はないんですけど、とにかく文章量が多くて、世界の歴史や文化の作り込みがすごい。さあ次は、何と言ってもキャラクター育成ですね。ケイブス・オブ・カドは最初にミュータントかトゥルーキンカーを選択します。ミュータントの場合はそこからミューテーションを選択して、例えば角が生えたり、心臓が2つあったり、ナイトビジョンがあったり、どういう生き物？ミューテーションに関してはバランスぶっ壊れのやつもあるので、これは人によって本気で強いキャラを作ったり、ロールプレイやネタに走ったりできますね。トゥルーキンというのは普通の人間であり、ステータスが高い代わりにミューテーションがありません。昔のバージョンでは初心者向けという感じでしたが、現在はサイバネティクスがあるので、義手とか眼球を埋め込んだりできます。そう、これはこれで強いキャラが作れますね。もちろんこのキャラクターは敵を倒すと経験値を得て成長します。スキルツリーによるキャラクター育成。ミュータントの場合は、このミューテーションのレベルを上げたり、ステータスポイントを割り振ったり、そういう感じに戦闘やレベルアップなど、ロールプレイングとしても非常にやりごたえがあります。その6、独自の経済圏。ケイブス・オブ・カドの世界には、各地に商人がいますが、砂漠やジャングルが舞台のこのゲームにおいて、基本通貨は水です。現バージョンでは、キャンプやクッキングができるので、餓死する要素はほぼないんですけど、依然として水の管理は重要です。トレードは難しくないんですけど、水をもらうには入れ物が必要。そして水は重たいので、不要なアイテムを片っ端から売って、すべてを水に変えても、それを持っていけない問題が発生します。普段から水をどれくらい持っておくかは、プレイヤーによって好みがあって、他の YouTuber だと、例えば200とかですね。その数を決めている人もいますね。あとは、カッパーやシルバーナゲットなどの軽くて値段が一定のアイテムと交換しておく。それが一般的ですね。ちょっとめんどくさいんですけど、このあたりが楽しい作業でもあります。それから、マップ北西にあるシックスデイスティルトは必ず寄っておきたいロケーションです。ここは世界最大のバザールというか、食料や武器がたくさんありますね。
ケイブス・オブ・カードをプレイする理由7、超複雑なレピュテーションシステム。これは大体他の RPG と同じシステムで、例えばあるボスキャラを倒すと、それが所属する派閥のプレイヤーへの評判が下がってくる。逆に、そいつらと仲が悪い派閥は評価が上がると。これわかりやすいですね。ですが、ケイブス・オブ・カードには派閥がたくさんあります。50とか60とかもっとある。これたまに村の中でも仲の悪い奴がいて、勝手に喧嘩して気づいたら誰か死んでるってことがよくあります。でもこれがすごいのが、選択する余地があると。例えば本来敵対するんだけど、ゲーム序盤でレピュテーションを操作しておいて、後から特定の派閥を中立化したり、味方にしたり。そう、それができるんですね。ドッグとか魚とかは、自然界の生き物は普通にやっていれば敵ではないんですけど、経験値が欲しいときはあえて殺したりとかね。もちろん、ストーリーに関わってくる種族とは仲良くしましょう。このクマとは仲良く。ここで CM です。今回このカナリーイエローとして、Steam キュレーターのページを作りました。レビュー本数がまだ少ないので、まだストアページには出てこないと思うんですけど、これからこの伝統的ローグライクですね。これまとめていきます。もしよかったらフォローしてください。さあ8番。シミュレーター的な面白さ。このゲームは温度が設定されていて、戦闘中に火がついた場合は温度が上がってきますね。うわ、熱い。で、これどうするかというと、その辺に水たまりがあったらそこへダイブしたり、あとは本当はもったいないんですけど、飲料水を自分にかける。そうやって温度を下げるわけです。当然温度が下がりすぎると凍ったり、で、一回凍ってしまうとなかなか厳しいですね。動けないので、もう大抵死にます。あとはキャンプする場所も気をつけないと火がつきますね。燃えてます。という感じに、アクションゲームの物理エンジンとは違うと思うんですけど、物体が燃えたり凍ったり溶けたりする。そういった再現性があって、これがこのゲームの高い自由度の理由ですね。さあ、というわけで今回はケイブス・オブ・カードの紹介でした。ようやく来年2024年バージョン1のリリースが決定されましたね。このゲームはセールはするんですけど、値段はほぼ下がんないので 10% とかですね。そうだからいつ買っても同じです。で、今回はパブリッシャーにキッドフォックスゲームズがつきました。キッドフォックスで知ってますか？結構変なゲームが多いというか、ここ最近はドワーフフォートレスが有名ですね。そうだから今、ケイブス・オブ・カードは賑わってますね。ローグライクの中でも、多分 Steam でももう最高の一本になるでしょう。これはぜひ買ってみてください。それでは、カナリーイエローがお送りしました。